随分と荒れた場所だな。そうだね。本当だ。すまない。助かった。ふふ。至るところがボロボロで、なんとなく痛々しい。そうか。だがこの先に何かあるような気がする。うまく言えないが、何か見つけなければいけないものがあるような。すまないミク。やはり気になるから少しだけ様子を見てくる。ああ、そのようだ。埃はかぶってしまっているが、壊れている様子はないな。調律すればまだ演奏もできそうだ。ふふ。え？ああ、言われてみればそうかもしれない。ほら。そうだったな。すまない。最近はみんなのおかげで意識できるようになっていたつもりなんだが、クラシックのことになるとよくわからなくなる。いや、どちらかというと意識しないように避けているのかもしれない。昔はその方が楽だったからな。違う。もう一度。ごめんなさい。もう一度だ。でももう指が。ダメだ。もう一度。できるまでだ。はい。父のピアノが好きだった。作曲家が描きたかった感情や景色を膨大な知識と徹底された音楽理論で緻密に作り上げていったあの音色が、俺もあんな風になれるだろうかと夢見た時もあった。だからそうなれるよう努力もしたかったし、父や母の期待にも応えたかった。そう。今思うとそうだったのかもしれない。結局自分で自分をごまかしきれなくなってクラシックから逃げてしまったんだがな。でもえ？ふふ。肯定的？ほら。はあ、俺は俺はああ、ピアノもバイオリンも本当は
ああ、問題ない。だが、あのピアノもバイオリンも、ずっとあんな寂しそうな場所に置かれたままなんだろうか。どう？すまない。そこまでは考えていなかった。確かに、そうだな。ありがとう、ミク。おかげでいろいろ考えることができた。ああ、そうしよう。